新人一如って言いまして、身と体と一如っていういわゆる仏教って言いますと心の方が優先するようですけど、決してそうではない。体と心っていうのは全く一如である。で体をいかに行じていくかということをいくものですからね。そういうふうに言ってるというふうに思います。今日実は書いてきたんです少し。新人一如ね、これが一番のメインです。ここから新人一如ね。道元禅師が中国へ行かれますね。そう道元禅師の生まれ1200年なんですが、24歳で渡って中国から4年ほど3年ちょっと4年ほど行って帰ってらっしゃいました。その時に帰ってきて、日本に着いた時の一番有名な言葉ですね。ただただ眼能美直、目は横に鼻はまっすぐついている、当たり前のことが当たり前であるということが分かったっていう、これが道元禅師の帰国の言葉です。空主元凶、お土産は何にもなかったよ。どんな素晴らしい宝があるかと。仏法を学ぶとどんなに素晴らしいもの、そんなもの一つもなかった。眼能美直である、それしか分からない。これはそういうことを言っていらっしゃいますね。で中国、日本に帰ってきて一番言ったのは士官多座っていうこと。これを聞いたことございますでしょうかね。士官多座、ただただ座に打ち込むというね。ただただ座を打ち込む、これ有名な言葉になって、ね、ただただ座、これは士官多座と、座禅だけではなくて、その場その場になりきるといいますか、そういうふうになる。これが大変難しいんです。士官多座っていうのは何のために座禅をするかって考えますし、何のためにっていうで、これをしたら何か得られるだろうとかって、そういうことにとらわれてばっかり、そういうものを手放しにしようっていうのが士官多座ですから、目的のないことをやれっていうんですから、これはなかなかね、座禅をしてましてもね、やらんこと考えると今の世の中違いますからね。目的のことがあってね、全くそういうことです。道元禅師の教えの、根幹の一つですね、首相一如、師匠不二という言葉もありますけどね。首相一如、首相不二、こういう言葉があります。これは、修行の修ですね。修行の修、これは修、これ悟り。修行と悟りと、それは一如である。不二とも言うんです。二つで別ではないっていう意味です、ね。これどういうことかっていうと、普通私たちが考えると、修行をして悟りを得る、ね、修行をしてだんだん段階を踏んでいって悟りという、お釈迦様と同じような境界に達するという、いやそうではないっていうんですね、道元禅師は。修行と悟りというのは別物ではない。毎日日常定の中でこの修行をしている、そのままが悟りである。ですから日常こういう毎日こうやって、お食事いただくことも、他のことでいろいろな道を歩くことも全てそれは手段ではない。このホテル藤田の方へ来る時にも、駅から私歩いてきましたけど、歩いてくるというのはここへ来るための手段ではない。これが道元禅師の悟りの言葉です。信心脱落、脱落信心。これがまた難しいんですけどね。なんていうか、身も心もちゃんと落としてしまえっていうことですからね。身も心も落としてしまえっていうことですから、もう頭の中で考えるのやめなさいということなんですよね。これがほとんどの悩みとか苦しみとかっていうのは頭の中の脳像が作り上げているというふうに捉えていきます。ほとんど頭の中でこねくり回していく、もっと、道理をしてちゃんとよくよく見つめていくと、そういうものは自分の中で繰り返し増幅していっているものに過ぎないんだという、それを全部捨てなさいというような意味合いだろうと。道元禅師の素晴らしいところで、そういうふうに信心脱落、信心を脱落するだけで脱落が信心であっている書くんですよ。脱落が信心であっている、これはもう禅を学ぶときの道元禅師流の表現です。ですね、こういうこれ観音経のこと、ちょっと永平寺から離れますけど、福寿戒無量次元自主上っていう
逆だ。自厳自主上福寿会無料っていうのが観音行にあります。これですね。自厳慈しみの眼で主上大勢の人たちを見備わすと福が海無量のごとく集まってくる。これが最近わかるんです。わかるんですね。なぜかって言ったらやっぱりそのみんなこうやってここに一緒にいますけれども、心の持ちようっていうのはみんな違うわけですね。自分の見る世界っていうのは同じものを見ても同じように見ていない世界がありますね。人間っていうのは常にそうですね。全くその、見る人によって同じものを同じように受け取るかっていうと違う世界を見ている。これはそうなんですね。それを私たちはどう見ていくか。そして心が進んでくると物の見方が変わってくる。慈しみの眼っていうのが次元というものが深くなってくると見るもの聞くものが尊くなってくる。そうするとそれを福という尊く見える世界、自分が同じ形は変わらない、何も変わらないけれどもそういうものの見方ができるものはないけれども周りの人を温かく見ることができる。何を見ても悪く受け取らない心が出来上がっていく。これを幸せ、それを福というんだ。これも法華経の中の受領本という言葉ですが、上映悲観心追症、常に悲観ですね。悲しみを感じるという、見る、観音様の観じゃないですね。上映悲観、心はついにお悟りを開くっていう、常に悲観、人の悲しみ、自分の悲しみ、そういうものをしっかり受け取っていく。いや、無常感ですね。無常なる世の中で今皆さん方もこうやってここにいるけれども、これは一時でしかないはずですね。そういう中に生きているんだっていうことを感じることが悲観ですね。生老病死、ね、病になるとか、そういう人間っていうのはそういう中にある。そういうものを深く見ていくことで心は正悟して悟り、それが悟りというふうに、それが福につながっていくというふうに言われまして、